最近暑いっすね。今回もいつも通りミキシング改造とかいうのをやっていきたいかなと思います。はい、用意スタート。というわけで今回素体にしていくのは HGUC DJ でございます。ゼータガンダムにてカラバに所属していたアムロレイの登場機なんですけども、前作主人公機がリック・ディアスとか DJ みたいな機体に乗ってるのなんかすごくそそられますよね。オタクのロマンですね。そんな今回はこの DJ を強襲偵察型に改造していきたいと思います。なぜ偵察型なのか、理由は特にないんですけど、いつか DJ のオリジナル機体を作りたいとは思っていたのですが、なかなかデザインに隙がない機体なので結構手をつけづらかったんですよね。というわけで今回は挑戦してみます。じゃあサクサクっと改造を始めていきますわ。まずは剣部、ウェポンラックとシールドっていうアシンメトリーなビジュアルが良いですよね。こちら腕部はそのままとして肩の方を少しだけいじってあげようと思います。使っていくのはライトニングガンダムの剣部、センサーっぽいのが前面についているので採用してみました。こちらを流用して強襲偵察要素を DJ に追加していこうと思います。どういう要素やねんっちゅう話なんだが、ただそのままだと DJ の胸部との接続ができないので取り付けができるように改造していきます。ライトニングガンダムの剣部パーツの内部を適度にカットし、 DJ の剣部パーツを内部に接着。この四角いやつですね。そして胸部との接続部には DJ の接続パーツを適度にカットしたものを瞬着で接着してあげます。とりあえずこれでライトニングガンダムの剣部と DJ の腕部を接続できるようにはなったんですが、稼働の都合上フィンパーツを取り外した影響で、サイド部分がスカスカになってしまったので、画像のようにプラ板と取り外したピンパーツでそれっぽい形のシルエットにしてごまかしておくことにしました。なんかキューバしのぎのアレンジ感の強い加工になってしまいましたね。もう少し形状を詰められたらいいのかなとも思ったんですけど、とりあえずこんな感じ。肩幅広めのシルエットで結構マッシブな感じになっちゃいましたが、これはこれでありな気もする。次はバックパック、いろいろと偵察に使えそうなものをマウントしてあげたいので、ここ取り替えていきます。使っていくのはスタークジェガンのバックパック。ジャンクパーツから引っ張り出してきたのでいろいろ削れてます。このバックパック、両サイドにポリキャップの接続部があるのでデザイン的にも使いやすいんですよね。というわけでこちらのバックパックを DJ に取り付けられるように改造していきます。DJ のバックパックの接続パーツを取り外し、ニッパーやらヤスリやらで成形。形を整えた後、接続パーツをスタークジェガンのバックパックに接着してあげます。とりあえずこんな感じ。接続自体は可能になったのでこのままでも良いのですが、横と上から見た時のスカスカ感が若干気になるので、プラ板を接着するなどして見た目の調整をしておきます。いつもの隙をなくす改造ってやつですね。うちの作品隙まみれじゃないか。最終的にはこんな感じ。見た目的には良い雰囲気になったのではないでしょうか。ちょっとシンプルすぎる気もしますけどね。なわけでバックパックの接続部が改造が終わったところで、こちらに取り付ける武器を作っていくんですが、今回強襲偵察型ということで偵察ユニット的なものを取り付けていこうと思います。使っていくのはガンダムサバーニャの GN ホルスタービット。いろいろ探したけど最終的にこれがいいかなと思った。この GN ホルスタービットをベースに遠隔操作する偵察ビットを作っていきます。まずはホルスタービットの基部とバックパックの接続。こちらどちらもポリキャップの接続となっているので、そのままだと取り付けることができなくなっております。なのでここは定番改造。ランナーを切り取って 3mm 棒を作り、接続できるようにしてあげます。もはや解説不要ですね、これ。とりあえずこんな感じ。ここはサクッと流してビットの改造の方に行く。まずはホルスタービットをサイズを調整するために先端部分をカットソーで切断。切断面をニッパーやらヤスリやらで整えた後、プラ板を貼り付けて平らになるようにしてあげます。これは乾くまで待機している映像。非常に地味ですね。このシーンいらんわ。接着剤が乾いた後、プラ板をカットして形状を成形。そしてこちらにウェーブのバーニアパーツを貼り付けてあげます。このバーニアパーツですが、こちらには塗装後同じくウェーブの H レンズをはめ込んでカメラレンズっぽく仕上げてあげようと思います。こういう感じでレンズパーツとか使ったの初めてかもしれん。最終的にはこんな感じ。この偵察ビットを周囲に飛ばして敵の情報を集める。
的なやつですね。ちなみに偵察ビットの取り付けはこんな感じでまとめてみました。そのままの状態でもつまらんかなと思ったんですよね。次は脚部。どういう感じに改造しようかいろいろ迷ったんですが、エポパテなどなどを使っていい感じにカスタマイズしていこうかなと思います。まずは足の各部をエポパテで埋めていく。ここはヤスリやらなんやらで成形した後、いろいろとパーツを貼り付けていきます。ただこれだけだと寂しいので、脚部のサイド部分にも何か増やしてあげます。使っていくのはディジェのバックパックのブースター。別のバックパックを使ったので余ったやつです。このブースターを脚部サイドに取り付けまして、機動力向上的なあれをやってみようかと思います。まずはブースターを瞬間接着剤で仮止め。ある程度位置を固定させた後、エポパテを使って違和感のないような見た目にしていきます。最初はパーツとパーツの間をエポパテを使って埋めていくだけのつもりだったのですが、それだと成形するのが大変そうに思えたので、脚部パーツの全体の形状を変更するような感じで加工するようにしてみました。割と思い切った手段かなとも感じたんですが、シルエットをヤスリ等々で調整するくらいなので、細かい部分の調整とかがあまり必要なく、結果的に楽な作業となったので助かりましたね。最終的にはこんな感じ。余ったパーツ使ってなんかしたいなーという軽い気持ちでやったのですが、割といい感じになったので良かったと思います。こういう脚部好きですよ。次は胸部。ここに関しては全体的に軽い改造のみとなっていますので、画像で軽く紹介しておくだけにしておきます。腰アーマーや胸部にジャンクパーツを使ったスラスターのようなものを取り付け、胸部の赤いパーツもポリパテを使って形状変更させた後、こちらにもウェーブのバーニアパーツを貼り付けてセンサー部分として仕上げてみました。イメージとしてはザク強行偵察型の腰とかにあるやつですね。果たしてここにセンサーつけても意味はあるのかといった感じではありますけどもね。最後に頭部。ディジェって頭部にアンテナがあるんですけど、偵察型にアンテナはいらんかなと思いましたので、今回はこちらなくしていこうと思います。加工自体はものすごく簡単なんですけど、まずディジェの頭部アンテナを取り付けたまま、そこに接着剤を流し込み、接着剤が完全に乾きましたら、アンテナ部分をニッパーでカットしてヤスリで表面を整えていきます。とどのつまりアンテナパーツを使ってダボ穴を埋めたってわけですね。超シンプルです。ついでに頭部、今回偵察型の機体ということで、頭部もセンサーを強化したような雰囲気にしたく、物合いからバイザー風の顔にしてあげようかなと思います。こちらもサクッと、物合いのパーツを切り取って表面を平らにするだけなんですけどね。バイザーとは一体。とりあえずこんな感じ。こういうもともとアンテナがついてたりしてた機体からアンテナがなくなってたりするの結構好きなんですよね。地味すぎる好みだな。はい。というわけで DJ。すべての改造を終えたものがこちら。強行偵察型ということで全体的にセンサー部分を増やしてみたり、バーニアを増やして機動力も向上させてみたりと MSV 感が出るような改造でやってみたのですが、いかがでしたでしょうか。個人的には脚部の加工を頑張った甲斐があったような気がしますね。ちなみに武器の方なんですが、あえてシンプルな感じにしたかったので、元々のディジェのものを持たせてあります。なんかその方が手だれ感があっていいかなって思ったんですよね。はい。なわけで改造編はここまで。ここからは塗装編と完成編の方、やっていきます。そんなこんなで DJ、パーツの方を洗浄しましたら、後ろにも乾燥させるんだ神湯こと山善の食器乾燥機で乾かします。アムロさんも大概無茶言うよな。パーツを洗浄した後、サーフェイサーを拭き終わりましたら、次は本塗装の方やっていきます。今回の塗装レシピはこんな感じ。偵察型ということで地味なカラーリングにしてもいいかなと思ったのですが、せっかくなのでちょっとかっこよさげな感じの色合いを選んでみました。この青色ほんま素敵ですね。で、全塗装が終わりましたら、次は墨入れの方サクサクっとやっていきます。今回はホワイトにダークグレー、ブルーにブラック、いつも通りですね。墨入れついでに塗装後にちょこっと手を加えた部分を紹介。ディジェ頭部のバイザー表現なんですが、長谷川から出ているホログラムフィニッシュの光沢シートを使ってみました。前々から気になっていたツールなんですが、シートの薄さも良いですし、それでいてちゃんとパーツに追従するので、細かいパーツでもかさばったりしないのが良いですね。
何よりもこの反射具合が素晴らしいですね。未来感ありますね。というわけで墨入れの方も終わり。この後は艶消しクリアを拭いてレンズパーツをはめ込みましたら完成にしたいと思います。それでは DJ 完成編の方へどうぞー。なわけで DJ アルゴスでした。アルゴスはギリシャ神話に登場する100の目を持つ巨人だそうです。こういう名前の使い方はイエスですね。いろいろなキットからパーツを流用しつつも強行偵察型の改造というテーマ自体がブレないように意識して作ってみたのですが、いかがでしたでしょうか。DJ 自体改造が難しい機体ではあるのですが、割といい感じに仕上がったので良かったなと思います。なわけで今回はここまで。よければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。終わりやでー。気が向いたら押してください。すいません。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。